いらっしゃいませ。こちらの T シャツご試着ですね。あ、じゃあ、お願いします。あうん。首が、ナイキの首が、やめてはい、今週も始まりました。小倉先生、タイトルをお願いします。やめてこの女の子はナイキショップの店員かな。かな。で、男がすごいね、これ。なんか怖い顔で叫んでるね。ね、何があったんだろうね。じゃあ早速聞いてみましょう。始めましょう。質問。小倉先生はどうして、ああ、と叫びましたか？最近暑くて、薄いナイキのね、T シャツが欲しくて、うん。ナイキショップに行ったんでね。はいはい。いい色ないかなと思ってね。うん。パステルカラーみたいな、ああ、いいね。明るい色の T シャツないかなと思ってね。お店入って、で、見つけて。で、店員さんが近づいてきて、試着しますかって聞かれたから、はい、いいですかって。うん。その場でね、試着することになって、試着室に行かないで。うん。うん。で、店員さんが、その T シャツのハンガーを取ってくれたんだけど、取るときに、首ああ、わかが、る。首が、首の穴から取ったの？そう、首の穴から取ったの。思いっきり広げそ、て。そうそう。って声出しちゃって。出しちゃったの、声。いや、だって、全然気をつけてなかったから。でも、それでじゃあ、あーって言っちゃったんだ。言っちゃったよ、もうほんと。なんでと思ってね。もう、これから買うのにってね。そう、本当に、うん。まあ、それで、店員さんが雑にね、T シャツからハンガーを取ったから、うん。うわーと思いながら、まあ一応試着したんだけど、で、うん。まあサイズぴったりだったからね。うん。うん。また脱いで、うん。で、渡すやん、お店の人に。うん。で、またその人はハンガーに、T シャツにハンガーを通すでしょ。うん。うん。その時はね、なんかね、丁寧にね、入れててね、T シャツにハンガーを。何だったんだろうって。でもそれ買いたくないなと思って。わかる。うん。うん。どうしたの？買ったそで、れ？同じサイズもう一つあったから、あ、よね。かったね。一つだけあったから、それを取って、うん。これ買いますって言って店員さんはもう手に持ってるけどね。その目うん。の前で言ったの？うん。あのさ、小倉先生があーって叫んじゃった時に店員さんはえって顔しなかったの？いや、もう全然。あ、そうなんだ。うん、全あ、然。なんか聞こえたぐらいの感じ。うん、うん。なんで叫んだんかなって思ってるぐらいかもしれない。ああ、でもわかるわ。それは僕も気になるポイントだわ。もしそれうん。されたらどうする？それ買う？いや、まあ、それしかなくて、買いたかったら買うけど、でも同うん。じかな。まず、同じサイズの、なんかもう一枚あるかなって探して、うん。そっちを買いたくなるよね。うーん。しかもさ、ナイキの思ったより。服高いからね。うん、そうそう。もう、高いからさ、よりその、そう。ねえ、そのもう穴が大きくなったのは嫌うん、だよね。そう、大事に扱ってほしいと思ってね。今から買うのに、と思ってね。でもそういうのあるわ。なんかさ、うん。スーパーのレジで雑にリンゴを置かれたりすると、リンゴってさ、傷つくともうすぐ傷むじゃん。そうね、へっこんでね。だからさ、それされるとちょっと店員さんの顔見ちゃうもんね。なんでって思って。レジで買ってるときね。レジで買ってる時に店員さんが野菜とか、そのフルーツをさ、
その置き方をなんかゴトンってすげえ神経質だけどさ、これから食べるの僕だし、しかもリンゴとか傷みやすいのは特にね、うん。でも別に何か言うわけじゃないんだよね。うん。別に悪気があるわけでもなさそうなんだよね。うん。そうそう。うん、だからまあ、ああって思って終わり。そう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 。ああ、でも叫んだのウケる。いや、思いっきり勢いよく T シャツからハンガーをね、抜き出したから、と思って、心の声が出ちゃったね。皆さんお疲れ様です。お疲れさん、どうでしたか？ちょっと気になるポイント。細かいけどね。うん。じゃあ答え合わせです。小倉先生、質問は何でしたか？小倉先生はどうして、ああ、と叫びましたか？答えもお願いします。店員さんが T シャツの首の穴からハンガーを勢いよく取ったからです。うん、びっくりしてね。つい、あーっと心の声が出ちゃってましたね。そうそうそう。じゃあ今日の表現です。小倉先生、今日の表現は何ですか？受ける。はい。受けるというのは、ははははは、面白いとか、笑えると言いたいときに使います。とてもカジュアルだから、フォーマルなシチュエーションでは使わない方がいいです。この言葉は、もともとは江戸時代、拍手を受ける、まあ拍手をもらうという意味で使われていたけど、今では面白いものを見たり聞いたり、笑えるときに使います。ちなみに小倉先生は最近受けたなって思うことある？うん、あるある。YouTube で犬のビデオを見てて、そのオスの犬が散歩中に5秒ごとにおしっこしてるのを見て受けた。犬って可愛いよね。それを受けるね。会話の中では小倉先生があーっと叫んだことが面白くて僕が言いました。でも叫んだの受ける。じゃあ例を見てください。映画の最後のシーンめっちゃ受けた。うん、久しぶりにあんなに笑ったわ。次の例です。上司が新入社員の人に冗談言ってたんだけど全然受けてなかった。っていうかリアクションに困ってたわ。最後の例です。電車の中でこの動画見てて、一人で受けてたんだけど、見てこれ。うわ、やばい。何これ。どんな動画見てたのか、めっちゃ気になるけどね。面白かったんだろうね。そのナイキの店員さんの接客はさ、どうだった？接客は良かったよ。良かったけど、無表情だった。あ、無表情なんだね。うそういう人ん。もいるよね。親切だけど、無表情の人。お店に行くとさ、いろんな店員さんがいるから、面白いよね。じゃあ今日はこの辺で終わりましょう、小倉先生。はい。皆さん見てくれてどうもありがとう。また来週も聞いてください。じゃあまた来週。また来週。